皆さんこんにちは。フリーナレーターのとはいえです。今回は広島旅行のナレーション Vlog パート2をお届けします。初日は原爆ドームに行ったり、お好み焼きを食べに行ったりしたんですけど、2日目はいよいよ船に乗って厳島神社宮島散策に出かけました。2泊3日の旅でしたので、最終日の3日目の様子までご紹介します。少し長くなりますが、よかったらゆるりと最後までお付き合いください。2日目の朝、ホテルの部屋の窓からの風景です。前の晩は夜にチェックインしたのでわからなかったんですけど、朝起きてカーテンを開けたらこの景色でした。眺めているうちに朝の散歩をしたいななんて思いまして、外に出てみました。ホテルのすぐそばがもう瀬戸内海波打ち際なんです。釣りをしている人もいました。何が釣れるんでしょうね。朝の穏やかな空気と海に注ぐ日差しがとても綺麗でした。こうして波打ち際まで行けました。朝早い時間帯でしたけれども、写真や動画を撮ってる方もたくさんいました。海風に吹かれて本当に気持ちのいい朝の散歩をしました。さて、この日の予定は高速船に乗って宮島観光です。前の日に船の予約をしていたので、朝ホテルのカウンターでチケットを発券してもらいました。ホテルのすぐ裏手から宮島行きの船が発着しているんです。どれくらい近いかというと、このホテルのすぐ真裏ですね。こんなに近いところに桟橋があって、ホテルから宮島まで直行直帰ができるんです。これが便利で、このホテルにしたわけです。時間になると宮島行きと書かれたところに並んで船を待ちます。さあ、私たちが乗り込む船がやってきました。親潮と書かれていますね。船に乗って座席について出発です。なんだかワクワクします。船は結構なスピードでバックして方向を変えてスピードを上げていきます。この日のお天気もとても良くて、今回の旅本当にお天気に恵まれました。船の座席もほぼ満席状態でした。約30分くらいで宮島桟橋に到着です。宮島に降り立った途端、ものすごい人だかりでした。広島観光に来ている人たちが一箇所に集まっている感じがありました。この海の風景、日本三景の一つ、秋の宮島です。のどかで美しいです。そして遠くに見えるあの建造物は、横から見た厳島神社の大鳥居です。この海と空の中で大鳥居の赤色が際立っています。続々と観光客、参拝客が訪れています。この入り口から少し歩いたところに、かきカレーパンと書いてあるお店がありました。丸ごと牡蠣が入ったカレーパンを出すということで有名で、事前にリサーチしていましたので、迷いなく1個買わせていただきました。牡蠣をカレーパンの具材に入れるなんて想像しただけでも美味しそうですけれども、実際に食べてみてこれ美味しかったんです。夫と半分ずつ食べたんですけど、もう1個食べたいって思うくらいでした。ウェブサイトを見てみますと、オンラインショップもあってお取り寄せも可能みたいです。概要欄に記載しておきますね。
着いた早々食べてしまって、これから神社にお参りするのにちょっと背徳感もありつつ、歩きながら大鳥居に近づいていきますが、近づけば近づくほどこの大鳥居が大きいんです。その大きさに圧倒されます。でっかいなーなんて独り言を言いながら歩いています。そして参道の入り口に石の鳥居と見事な狛犬がいました。こんなに大きな狛犬、立派ですね。そしてその後ろにある松の木の枝ぶりもすごいです。あうんのあと言っている方の狛犬をクローズアップ。さらにこの枝ぶりが見事な松の木の下をわざわざ通って進んでいきます。この石の鳥居をくぐりますと、すぐに見えてくるのがこの景色です。大きい、そして広い、すごいところに鳥居が立ってるんですね。高さは16メートルあるそうです。国の重要文化財となっています。この時間は潮が引いていて、まだ少し水浸しですけれども、すでにぬかるみを押して歩いている人たちがたくさんいらっしゃいます。大鳥居からカメラを厳島神社の社殿に振ってみますと、こんなに離れてるんです。満潮の時にはあの社殿の下までここ一帯が海になって、海の中に浮かぶ神社となるわけです。では社殿に入っていきましょう。参拝順路というのがあって、この入り口からスタートします。皆さんご存知のように、この厳島神社は推古天皇の頃からすでにあったそうですが、現在の見事な神殿造りの海上社殿に整えたのは、後に安芸守となった平清盛です。1996年、平成8年に世界文化遺産に登録されました。全国に約500社ある厳島神社の総本社です。入っていきますと、まずこの回廊ですね。この折れ曲がった長い通路を渡っていくわけなんですけれども、美しいですね。鏡の池がありました。ガイドブックなどにも必ず載っている有名な場所で、何でも干潮になってもここの水は引かず、むしろ地底から川の水が湧き上がっているんだそうです。満潮になると海の水で覆われますが、潮が引いてもこのように水をたたえているということで、パワースポットとしても知られているそうです。どんどん朱塗りの回廊を進んでいきますが、ところどころ工事をしている場所がありました。ここは床下の耐震工事中だということです。そしてここからの大鳥居までの眺めも見事です。その昔はこのように満潮の時に船に乗ってあの大鳥居をくぐって社殿にお参りをしたということです。この島、宮島全体を神様として崇めたので、その島に傷をつけないようにと海の水の上に社殿を建てたということです。朱塗りの回廊を進んでいきます。海外からの観光客もたくさんいらっしゃいました。この奥が拝殿です。厳島神社に祀られているのは、市来島姫の命、田堀姫の命、田木津姫の命、
三女神です。海の神様として、また財運の神として、さらには芸能の神様としても厚く信仰されています。伝説によると、市来島姫の命は絶世の美女だったそうで、美の神様としてお参りされる方もいらっしゃるそうです。この市来島姫の命が後に七福神の弁財天と同一視されることが多くなりました。この本殿は毛利元就によって改築されたものです。私も手を合わせてお参りしてきました。この後お守りを買ったんですけれども、何せすごい人だかりだったので、この可愛らしい鹿のお守りを一つだけ購入するのが精一杯でした。夫は御朱印をお願いしたので、鹿のお守りと一緒に記念撮影です。この後は再び回廊を渡るんですけど、さっきの回廊は東回廊、ここは西回廊です。そしてそこから見えるのは日本でただ一つ、海の上に設けられた能舞台で、これももちろん国の重要文化財になっています。これは反橋です。天皇からのお使い、使者だけが通ることを許されたということから、別名勅使橋とも呼ばれています。こちらも毛利元就、毛利高元親子によって再建されました。国の重要文化財になっているという看板があります。西回廊から外に出てみました。さっきとは反対側から社殿と大鳥居、そしてその奥の穏やかな瀬戸内の海を見ています。本当に美しいです。少しずつ地面が乾いてきているので、私たちもここを歩いて大鳥居まで行ってみようと思います。まだ少し濡れた地面を踏みしめながら進みます。ここは海の底になるところ。ここには飛び石があって、少し川のように水が残っています。ちょうど鳥居の下の参道に緑の藻が続いていました。さあ、大鳥居の足元に到着しました。首が痛くなるほど見上げなければなりません。高さ16メートル。棟の長さ、横幅ですね、約24メートル。社殿の沖合、約200メートルのところに立つ大鳥居。木造の鳥居としては日本最大です。国の重要文化財となっています。平清盛の頃から数えて、現在は9代目だそうです。この大鳥居の柱は地中に埋め込まれているように見えますけれども、なんと総重量約60トンと推定される鳥居自体の重みでこうして立っているんだそうです。もう本当に大きすぎて圧倒されます。鳥居の上にネームプレートがあります。これは変額と呼ばれるものだそうですが、神社に向かっている側には草書体で厳島神社と書かれています。厳島は心身を清めて神に仕え奉る島の意味で、島の古い名称となっています。大鳥居の足元に集まるたくさんの人たち、そしてこちらの方たちはもう濡れるのもなんのその、海の中まで入っていって写真を撮ってました。あまりの絶景にそんな気持ちになるのもわかります。この大鳥居に使われている木材のデコボコしたところがはっきりとわかります。
そしてこちら側、海側の方の辺垣には厳島神社と書かれています。あの辺垣の左右には竜と雲の形の装飾が施されているそうです。弁財天は海の神様、そして龍神様とも深いつながりがあります。神社の神殿作りの建築美もそうですけど、この大鳥居が海と山の大自然の中で赤く立っている姿なども総合的に本当に美しくて、日本三景の一つに数えられるのも納得でした。あまりにもお天気が良くてのどかでしたから、もっといろいろと見たかったんですが、この日の気温がおそらく35度を超えていて、大変な暑さの中でしたので、そろそろ次の場所へ移動しようと思います。報国神社へ行きましょう。ですが、この階段を登らなければなりません。この時点で私は暑さにやられていて相当バテていました。えっちらおっちらと一段ずつ階段を上がっていきます。登りきったところに立つのは、かつて豊臣秀吉の命で着手したものの、秀吉の急死によって未完成のまま残された報国神社です。神社入り口はこんな感じ。857畳分の大広間になっています。別名千畳閣と呼ばれます。では中へ入ってみましょう。本当に広いです。天井近くには大きな絵馬などが飾られています。千畳閣と言われる通り、とにかく中が広いんです。入り口から奥までゆっくりと歩いてみました。この黒光りした床板の年季の入り方もすごいですよね。ここは聖殿料として100円を納めて靴を脱いで入っています。広間の真ん中あたりに神社ですからお参りするところがあって、さらにこの絵馬も大きくて豪華です。絵馬の他にもさまざまな額が飾られているんですけど、どれもとても大きなもので、これがもし落ちてきたら大変だと考えたりもしました。この東西南北と干支が書かれた円盤もすごいですよね。そして建物を突き抜けた外にあるのは、こちらも見事な朱塗りの五重塔です。現在中に入ることはできませんが、こうして眺めるだけでも青空と緑とのコントラスト、綺麗ですね。縁側の方を振り返ってみても、いかに大きな建物かわかると思います。この報国神社、中に入りますと風が吹き抜けてとても涼しく気持ちのいい場所でした。さっきまで厳島神社を汗だくで歩いていた私たちは、この涼しさにほっと一息つきました。他のお客さんもご覧のように縁側に座って日差しを避けながらくつろいでいます。この感じが前日に行った原爆ドームのすぐそばにある折り鶴タワー展望台の感じとよく似ているなぁと思いました。勝手な想像ですけれども、もしかしたらこの場所をイメージしながらあの展望台を作ったのではないかと思うくらいに心地よさが似ていました。ずっとここに座っていたいと思うくらいこの場所が気に入ったんです。実はさっきの階段を見た時に行くのをやめようかと一瞬思ったんですけど、やっぱり来てよかったです。
これから行く予定の方もぜひ行かれた方がいいと思います。そしてここの梁のところに長い角材が吊り下げられています。これは大鳥居の釈杖なんだそうです。これは16メートルあるんです。つまりさっき見た厳島神社の大鳥居の高さと同じです。明治8年に再建された時にこの角材を現場で基準とする物差しのように使ったということで、現在ここに吊り下げられています。千畳閣を出て階段を降りて五重塔を見上げたところ、ここは写真スポットになっていて、たくさんの方がカメラを構えていました。さて続いては宮島ロープウェイに行ってみました。このロープウェイ絶景だったんですけれども、その登り口までがかなり急勾配で、すでに暑さでヘロヘロになっていた私たちにとっては結構なトレーニングになりました。あと一息って看板に書いてあるんですけど、おそらく他の方も登るのが大変なんだろうと思います。やっと上がってチケットを買ってロープウェイに乗り込んだところです。さあ出発します。このロープウェイは途中で乗り換えがありました。今度はこの大きな箱のロープウェイに乗っていきます。この山は弥山という山で、この山もひっくるめて世界遺産ということで、そのスケールの大きさ改めてすごいです。さて展望台に到着しました。標高433メートルのここからの眺めをご覧ください。穏やかな瀬戸内海とその海に浮かぶ島々がとても美しいです。カメラをアップにしたところ、下の方にさっきのロープウェイの駅が見えます。本当に綺麗でした。展望台で少し休憩していたんですけど、さっきも言いましたが、この日35度超えの暑さでしたので、すぐに下山のロープウェイに乗りました。この下山の景色もまた素晴らしかったです。海の様子もそうなんですけど、この原生林にロープウェイが吸い込まれていくようです。ロープウェイを降りて、今度は厳島神社へと続く表参道商店街を歩いてみました。約350メートル続く商店街だそうです。ここには宮島の民芸品、グルメ、もみじまんじゅうなどがたくさん売られていて、見ているだけでも楽しいところです。ここでお昼を食べようということになったんですけど、夫も私も暑さと山登りでかなりへこたれてしまいまして、食欲があまりなかったので、つるつるっと食べられるお蕎麦にしました。小さな穴子飯もついてきて、量的にちょうどよく、喉越しも良くて本当に美味しかったです。でも残念ながら蕎麦湯がないということでした。食事の後、コーヒーでも飲みたいねということになってお店を探したんですけど、どこもほぼ満席、しかも長蛇の列ですので、自販機を探そうかと諦めていたところ、ここのもみじまんじゅうの山田屋さんの店舗にアイスコーヒー280円って書いてあるのを見つけて、迷いなくお店にお邪魔しました。山田屋さんのもみじまんじゅうをいくつかチョイスしまして、このアイスコーヒーも注文しました。お店の中、カメラで撮ってもいいですよとのことでしたので、くつろぎながら撮影しています。
クリームチーズもみじまんじゅう、レモンもみじまんじゅう、シャインマスカットもみじまんじゅう、こんなのがあるんですね。さっき食欲がなくてなんて言った割には一気に3個も食べてしまったんですけど、体が糖分を欲していたのか染み渡る美味しさでした。もみじまんじゅう美味しいですもんね。そしてアイスコーヒーも普通にひいてくださったもので生き返るような美味しさでした。これが280円だなんてとか思いながらここでくつろいでいました。店内は小さくクラシックが流れていて、エアコンの効いた涼しくて美味しいところでした。大げさでなく、私たちは本当にこの山田屋さんで気力体力が復活しました。山田屋さん、本当にありがとうございました。お店を出て少し元気になったからか、この牡蠣の串焼きを頼んでみたんですけど、これが今回の旅で食べた中で一番美味しい牡蠣でした。柚子味噌が塗ってあるんですけど、香ばしくてプリプリの牡蠣でした。焼き目の感じも美味しそうですよね。宮島散策を終えてまた高速船に乗りました。楽しかったですけれども、いささか歩き疲れました。帰りはこうしてホテルまで船が直行してくれるというのは本当にありがたいことでした。帰りの船内はこんな感じ。行きよりも空いていました。前の方がサロンのようになっていて、日差しが眩しいのでカーテンで覆われていますね。ホテルに到着しまして、一旦部屋に戻って大変汗をかいたので着替えをしまして、今度は宿泊しているホテルのスカイラウンジトップオブ広島に行ってみました。ちょうど夕日が見えてくるタイミングで景色がとっても綺麗でした。ジントニックを注文しまして、最終日だったので夕ご飯の予約の時間までここでくつろぐことにしました。このラウンジは村上春樹さん原作の映画ドライブ・マイ・カーのロケ地になったんだそうです。カンヌの脚本賞を受賞されていますね。ストーリーの中で広島が舞台になるんですけど、ちょうどこのラウンジで西島秀俊さんと岡田将生さんが語らうシーンが撮影されました。このランプの形に見覚えがあるという方もいらっしゃるかもしれませんね。さて、最終日の晩ご飯です。こちらのお店を予約しまして行ってきました。コース料理をお願いしたんですけど、どれもとても美味しかったです。中でもこのプレートのエビとブロッコリーのソテーはマヨネーズのかけ方がお好み焼き風味なんですよね。広島の鉄板焼きにはお好み焼きの DNA を感じました。お肉も美味しかったですし、これはウニほうれんというもので、広島のご当地グルメなんだそうです。確かにどこのお店にもウニほうれんという文字があって、茹でたほうれん草をバター醤油で炒めて、その上にウニを乗せるというものだそうですが、ここのお店は冷製ウニほうれんで、茹でたほうれん草の上にウニと卵黄、それを崩したところを焼き海苔に包んで食べるというものでした。私は元どさんこですから、ウニの美味しさには敏感な方ですけれども、確かに美味しいウニほうれんでした。ガーリックライスとお味噌汁で締めました。ごちそうさまでした。この後はホテルに戻ってぐっすりと休みました。さて、2泊3日の最終日です。
夕方のフライトでしたので、それまで広島駅のあたりを歩いて、茅野屋さんの広島限定商品、かきだれの瓶詰めを買いました。こんなやつです。レシピも一緒にいただきました。家に帰ってこれで焼きそばを作ってみたんですけど、経験したことのない美味しさでした。もう一瓶買ってきたらよかったって思うほど美味しい牡蠣のエキスたっぷりのかきだれでした。茅野屋さんはご当地ごとの限定商品があるので楽しいですよね。そしてこの広島での最後のランチです。美味しい尾道ラーメンが食べたいということで、そごう広島店の近くにある三幸というお店に行きました。そのラーメンがこちらなんですけれども、この山盛りの九条ネギ、これ1人前なんだそうです。てっきり2人前かと思いました。ラーメンも確かに美味しくて、スープもお魚系の出汁が効いていました。ごちそうさまでした。ということで、時間になったので空港に到着。ここでいろいろとお土産を物色しまして、いくつか購入しました。そうこうしているうちにそろそろ時間になりました。帰りの便に乗り込んで広島とお別れです。2泊3日の短い旅でしたけれども、原爆ドームや厳島神社を実際に見ることができて、本当に良い旅となりました。食べ物も美味しかったし、ホテルやお店のスタッフの方たちとも気さくに会話ができて温かかったです。本当にお世話になりました。というわけで、私の広島旅行のナレーション Vlog いかがだったでしょうか。パート1、パート2と分割することになりましたけれども、最後まで辛抱強くご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。後日、広島の喫茶店巡りの Vlog も配信予定ですので、どうぞお楽しみに。この YouTube の他に、ポッドキャスト、ブログ、ノート、X、インスタグラムもやっています。よかったらチェックしてみてください。また気に入っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の配信でまたお会いいたしましょう。とはいえでした。